こんにちは、リリラボです。こちらはユニティのシェーダー検証動画です。シェーダーで大麻変数を参照してアニメーションするシーンを長時間実行し続けるとどうなるのか気になったので試してみました。こちらが1つ目の実験用シーンです。1秒タイマーを3つ並べました。左側の時計はシェーダーで組み込み変数のタイム y の値を参照して針を動かしています。真ん中と右側の時計は C# スクリプトで針を動かしています。真ん中はタイムsince level load as double を参照しています。右側の時計はタイムデルタタイムを毎フレームフロート型の変数に加算し続け、その累積値を参照して針を動かしています。タイムデルタタイムの累積も精度が低いという話があるので一緒に検証することにしました。画面右下には針を動かすのに利用している変数の値を参考に表示しています。2段目のイラプストセカンズのデルタタイムはタイムデルタタイムの累積値です。これで右側の時計の針を動かしています。その下のイラプストセカンズのフロートはタイムsince level loadの値です。これが左側の時計の針を動かすのに利用しているシェーダーのタイム y と同じ値だと思われます。一番下のイラプストセカンズはタイムsince level load as double の値です。この値を使って中央の時計の針を動かしています。では時間が経つにつれてこの時計の動きがどう変化していくのか見ていきましょう。実験開始から1時間経過しました。右側のデルタタイムで針を回している時計が少し遅れてきました。右下のイラプストセカンズのデルタタイムの方の値を見ると他の値より小さくなっています。毎フレームデルタタイムを加算するときに不動小数点数の1ビット未満の小さな値は切り捨てられていくことになりますが、この切り捨てられた分が積もった結果だと思われます。実験開始から3日経過しました。経過時間が26万2144秒に達すると、フロートの分解能が 0.016 から 0.031 に下がります。分解能というのは1ビットと対応する値のことです。1ビット分より小さな値は表現することができないのです。このタイミングで右側のデルタタイムの累積で針を回している時計が倍速になりました。これは丸め誤差により毎フレームデルタタイムを加算するときに加算する値が1ビット、つまり 0.031 に切り上げされた結果でした。詳しくは概要欄のリンクから飛べる記事をご覧ください。実験開始から6日経過しました。経過時間が52万4288秒に達すると、フロートの分解能が 0.031 から 0.063 に下がります。1秒割る 0.063 は約15なので、シェーダーのタイム y はだいたい 15fps でしか値が増えなくなります。このタイミングで右側のデルタタイムの累積で針を回している時計が停止しました。右下のイラプストセカンズのデルタタイムの方の値も増えなくなっています。60fps だと毎フレーム約 0.016 値が増えますが、分解能が下がったことにより 0.016 を加算しても丸め処理で切り捨てとなり、情報落ちが発生して累積値は増えなくなりました。時計は完全に停止しているわけではなく、フレームレートが下がったと思われるときに急に動きます。左側のシェーダーで針を回している時計の方は滑らかさがなくなりました。
実験開始から12日経過しました。経過時間が104万8576秒に達すると、フロートの分解能が 0.063 から 0.125 に下がります。1秒割る 0.125 は8なので、シェーダーのタイム Y は 8fps で値が増えていきます。左側のシェーダーで針を回している時計も 8fps となり、きれいに8分の1ずつ回るようになりました。実験開始から24日経過しました。経過時間が209万7152秒に達すると、フロートの分解能が 0.125 から 0.25 まで下がります。0.25 ということは4分の1なので、シェーダーのタイム Y は 4fps でしか値が増えません。左側のシェーダーで針を回している時計も 4fps となり、きれいに4分の1ずつ回っています。右下のイラプストセカンズのフロートの方の値も 0.25 ずつ増えているのがわかります。今回の検証はここまでです。シェーダーのみでアニメーションを実装できると、スクリプトと素結合になって便利なのですが、長期間心因遷移が行われない可能性がある場合は、使い方に注意が必要ですね。この検証が何かのお役に立てば嬉しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。